どうもツナです。今回は川越でスナップしてきました。使用するカメラボディは今回もキヤノン EOS-R と RF24-105mm F4L IS-USM になります。で、今回スナップしたのは時の鐘のある周辺のエリアになります。どこ見渡しても風情ある建物が立ち並んでいて、どこ撮っても絵になるんですよね。で、序盤の写真は ISO 感度が結構高いんですけど、絞り優先で露出補正が1段分プラスでかつ ISO をオートにしてたんですよね。もうこの写真なんて ISO8000 ですからね。でもこうして普通に見る分には全然ノイズとか気にならないですね。で、ここは時の鐘がある鐘つき通りっていうところになります。で、どこの建物もレトロなので、外壁の質感とかね、瓦屋根がね、とてもなんか年代を感じるというかね、とても素敵な街並みですね、本当に。この重厚感ある窓の扉がとてもいいですよね。ここは時の鐘をくぐった中からの撮影になります。着物を着ていた女性たちが歩いてきたので、これはと思って時の鐘と一緒にフレーム内に収めて撮ってみました。次は鐘のつくところを望遠にして撮ってみました。これはハルジオンですかね。絞り開放にして望遠にして背景をぼかして撮ってみました。で、ここは薬師寺といって目にご利益があるところみたいです。このように絵馬にも目って書いてありますね。ここでは木を撮ってるんですけど、マニュアルにしていたので露出の異変に気づいて設定ちょっといじってますね。スナップって設定が難しいんですよね。なんか木が襲いかかってくるように撮れましたね。ここでは時の鐘を少し離れたところから撮ってみました。基本絞りはパンフォーカスにしたいので F 値 8.0 で撮影してます。ここラーメン屋さんなんですけど、営業中の札を掲げていて、店主さんが休憩中っていうねちょっと面白かったので撮ってみました。ここで前に横の路地からね、男性と女性がこう和装された方々が出てこられたので撮ってみました。何もなさそうなところでもやっぱ歩いてればね、何かありますよね。で、これもまたその一つなんですけど、豆地蔵っていうねなんか面白いオブジェがあったので撮ってみました。メタルブラザーズみたいな知ってますかね。ドラゴンクエストのモンスターなんですけど、でもこうしてゆっくり散歩しながら写真撮るのってほんと楽しいですよね。ここでは折り紙とかがいろいろ吊るしてあったので撮ってみました。ほんとこういう街にこういう絵って合うんですよね。こういったコーディネートできるのってほんとセンスいいですよね。手裏剣とか、風車か、あと兜とか鯉のぼりですね。ほんともう5月なのでこういったね装飾されててとても雰囲気出てますよね。ここでは狭い道を一本入ったところなんですけど、こうやってね歩いてるとやっぱりあるんですよ、こういったね面白いオブジェが。マスクしてましたね可愛いです。この通りは県道39号なんですけど、結構やっぱ車の通りが激しいですね。で、辺りを見渡しながら歩いてるとやっぱあるんですよね、こういった面白いものって何ですかね、これ人形というかとても可愛かったので撮ってみました。
こでは横断歩道先にお茶屋さんがあって、屋根の上にお茶の壺みたいなものが置いてあって面白そうだったので、女性を一緒に入れて撮ってみました。ここではちょっとね休憩できるスペースがあって、でベンチにね腰掛けてるおじさんの方がいらっしゃってて、でねこういった穴の開いたねまたオブジェがあって、この穴をね通して反対先にいるおじさんをね写し入れてみました。こういうのが本当スナップって楽しいんですよねいい写真が撮れたと思います。ここでは店先でねなんかこう悩んでらっしゃるお二人の方がいたのと、あとその建物の壁がなんかね淡い黄緑色っぽいね壁をしてて、多分ここもお茶屋さんなのかな。で撮ってみた写真です。ここでは反対側に見えるレンガ調の建物を撮ってみたんですけど、この写真だけを見ると本当ここ川越って思ってしまうような建物ですよね。ここでは反対側の家の窓枠がカラフルで撮ってみました。周りにない目立つ色があるとやっぱ撮りたくなっちゃいますね。ここでもそうなんですけど、やっぱ周りにないこの冴える赤色が目に飛び込んできて、撮ってみました。川越ならではのこういった着物のね、女性の絵が描いてありました。で現れましたね。ここでピンク色のパンダ、でかくてすごくインパクトあったので撮ってみました。ここではお面がたくさん並んでいるお店があったので、正面からではなくあえて横から撮ってみました。狐のお面がたくさんありましたね。こういう露店もいいですよね。なんか本当下町というか、なんか本当風情のある町だなって思いました。ここではおみくじですね。おみくじを取ってみました。でここではフィギュアがたくさん展示されていたので、ちょっとその同じ視線に落として撮影してみました。ここではせんべいが吊るし上げられて売っていたので面白くて撮ったんですけど、ハート型のせんべいが吊るされて売ってましたね。これは一人で食べるのか、それともカップルで食べるのかどう食べていいかちょっとわからないですね。割れてしまってはっていうのがありますよね。どのお店も低いのですごく圧迫感がない道並みでいいですよね。でなんかこうやって吊るされてる植物があったので撮ってみました。これ何なんですかね。菓子屋横丁、いいですよね。これすごく雰囲気が出ていい写真になりました。芋恋ですかね。煙が出て演出だとは思うんですけど美味しそうだったので撮ってみました。ここでは外国の方が観光されていたので撮ってみました。ここではまた和装された方がいたので撮ってみました。
また面白いオブジェが出てきたので撮ってみました。これはカエルですかね。あとその後ろにカメレオンがいましたね。これもちょっと後ろから撮ってみました。ここではちょうどお店の方が傘を持ち出したので撮ってみました。でそしたら次に傘を開いたのでまた続けて撮ってみました。傘を閉じるところだったんですね。ここでは冷やし飴と書いたのれんがゆらゆら風に揺れていたので撮ってみました。で結構この揺れが難しくてシャッター速度上げて調整して、連写で撮ってみました。逆向きですね。あえてこれは狙ったということにしておきます。どこのお店もそうですけど、ふと立ち寄りやすいお店ですよね。子供の頃通っていた駄菓子屋の雰囲気がありますね。なんかこういうのも撮りたくなるんですよね。壁にこうやってつるがこう張り巡らされてるというか、草木がこう生い茂っているような、こう質感を見て感じ取れるような写真って撮りたくなりますね。でこの写真がとても今回撮った中で気に入ってます。コーヒー屋さんなんですけど、すごく温かみのある写真になったと思います。ここではレトロなトランクケースですかねがこう積み重なってあったので撮ってみました。ここではレトロなたこ揚げですねのようなものがこうあったので撮ってみました。ここではアンティークな、ガス灯ですね、ランプが置いてあったので撮ってみました。屋根に豚が3匹いたので撮ってみました。かわいい看板ですよね。ここでは修行僧の方々が見えたので、ただ車がよく通る道なのでその車と車の間で撮るタイミングが難しかったですね。ここでは絵描きさんを撮ってみました。似顔絵屋さんですかね。ここでは風鈴の音が鳴っていたので近寄って撮ろうと思ったんですけど、店内に猫ちゃんがいたのでまず猫ちゃんを撮ってから風鈴を撮ってみました。で風鈴も風に煽られているので撮るのが難しいですね。ここでは屋根を撮るんですけど、重装備された屋根が面白くて撮ってみました。これはでもどういう意図があってこういう形をしてるんですかね。ここではキュウリが吊るし上げられていたのが面白くて撮ってみました。漬物屋さんですね。ここでは拾われた落とし物を誰かここに置いといたんですかね。ティッシュケースですかねこれ。ここでは重厚感ある扉が開いていたので撮ってみました。これ何屋さんなんですかね。
では鳥居ですね。後ろから差し込む光もとても綺麗でいい写真になったと思います。ここでは秋葉原でも撮ったボスですね。ボスの古文ですかねこれ撮っちゃうんですよね。なんかとてもメカメカしくて良くないですか？どうしてだかここ撮りたくなるんですよね。質感がやっぱいいんですよね。これも壁の質感がいいんですよね。この建物に挟まれた扉がなんか撮りたくなったんですよね。この木の表情がいいんですよね。これも言い換えれば質感なんですよね。これはですね、屋根になんかいたんですよね。よくはわからないんですけど、七福神的なものですかね。ここでは座り込んで風景画を描いている人がいたので、横から撮ってみました。おじさん絵うまいですねまた時の鐘に戻ってきたんですけど、ここはよく和服を着ている方が結構いらっしゃるので、とても絵になる写真が撮れました。ここでは同じく一眼カメラを持って写真を撮っている人がいましたね。いやでも何を撮ってるんだかすごく気になりますね。この動画を見ている方は自分がどういうところに目をつけて撮っているのかを逆に分かってもらえるかとは思うんですけれども、初心者カメラマンの観点から見た写真なのでご愛嬌ください。ここではレトロな看板が窓越しにこう置いてあったので撮ってみました。タバコのこの看板とか結構レトロ感あるものですね。ここでもまた時の鐘を撮ってます。つい連写になってしまうことがあるんですけど、いい感じで撮れました。次に大きな和傘、パラソルみたいなものがあって、そこがテラスのようになってたんですけど、そこで小休憩している人たちを撮ってみました。甘味どころみたいな、そんな雰囲気あるお店ですね。でここスタバなんですけど、やっぱ川越らしさが出てすごくいいですよね。雰囲気があって。ここではまた和装された人や奥で人力車がねこう歩いてきたので撮ってみました。ここでは住宅街を歩いているとですね、映画館ですかね、なんかすごく昔ながらの映画館っていったような建物が出てきたので撮ってみました。スカラ座っていうところですね。ここでも芋恋ですね。いろんなところで売ってますね。川越の名物なんでしょうかね。次にこれは道端に落ちていたアイスクリームを撮った写真なんですけど、おそらく紅芋ソフトですかねここでは後ろから走ってくるランナーの方を撮ってみました。ま
た着物ですね、和装された方が、来られたので、時の鐘をバックに撮ってみました。ここではね、人力車違う形での人力車と言えるべき光景があったので撮ってみました。これはお花を撮影してみました。で、なんかすごい鳴き声が聞こえてたので戻って確認したら、なんか鳥が鳴いていたようですね。これで今回の動画は以上となります。長い時間ご視聴いただきありがとうございます。前回での高評価、チャンネル登録ありがとうございました。次回の動画も見ていただけると嬉しいです。ではまた。